デカ盛り料理ウィークボリューム2、ジャスパルと申します。来たぜデカ盛りボリューム2ということで、デカ盛り料理ウィークボリューム2が発表され、新登場ミカルゲが告知されましたので、皆さんと一緒に確認していきながらもろもろ解説考察していきたいと思います。いや、デカ盛り料理ウィークね、前回と変わったところもちょこちょこありますので、いろいろとねチェックしておいていただけたらなと思います。それでは参りましょう。ということで早速見ていきましょう。まずは新登場ミカルゲから見ていこうと思います。リサーチャーの皆様が睡眠リサーチを続けてきた影響か、特定のフィールドの近くでこれまで出会えなかったポケモンの姿が見つかったという報告がありました。そろそろ睡眠リサーチでも出会える日が来るかもしれませんということで、新たに出会えるポケモンはミカルゲ悪タイプです。お楽しみにということで、封印ポケモンミカルゲ、悪ゴーストタイプのポケモンなんですけれども、ポケモンスリープでは悪タイプとして登場してくれました。同じく悪ゴーストのヤミラミちゃんも悪タイプなので、なんとなく悪にしやすいのかもしれませんね。まあゴーストのポケモンたちはね、ハロウィンで出しやすいという都合なのかもしれません。そんなわけで悪タイプに今年にはね、ヤミカラスに引き続き2体目となる悪タイプで、さらに無進化、おそらくフレンドポイントは16となるんでしょうといったね、本当に悪タイプは強いポケモンが多いんだけど、みんな癖が強いねというミカルゲとなっております。新たに出会えるポケモンの情報です。出現開始する日時は2025年12月1日15時からとなっております。この日からデカ盛り料理ウィークボリューム2が始まります。該当のポケモンの効は上記日時から使うことができます。そして出現するフィールド結構あります。若草本島、卯の花雪原、ラピスラズリ湖畔、アンバー渓谷、若草本島 EX ということで、 EX 含めて5フィールドに出現してくれるみたいです。結構厳選しやすいポケモンということになるかもしれません。このタイミングでね、卯の花雪原に追加なんですけど、ホリデーで出てくるみたいなことは多分ないんだろうなそして出会える睡眠タイプはミカルゲ、ウトウトとなっております。まあもともとね、悪タイプがウトウトに分類されてるんですけど、まあそのまま特にひねりもなくウトウトといったところなのかなと思います。まあ、煩悩の数108にね、かなり由来のある、もともとね、いたずら好きな、結構暴れん坊なポケモンが封印されてしまったよというミカルゲなんですけれども、ね、防御と特防の種族値が108だったりするんですよね、ミカルゲ。そんなね、ミカルゲ、ね、こんな暴れん坊をポケモンスリープにってちょっと思ったんですけど、封印されているっていうところで、封印、眠っているみたいなね、そういった解釈からミカルゲがポケモンスリープに抜擢されたんじゃないかなと思います。ポケモンスリープってね、結構そういうもともと眠っているポケモンとかだから、いずれネッコアラとか出てくるかもしれませんし、逆に寝ないポケモン、本家ゲームで寝ないポケモンもね、かなりたくさん出現してるんですよね。デリバードとかマンキーとか影坊主とか、特性でね、眠り状態にならないっていうようなポケモンたちも寝かせてあげようっていうね、そういった解釈がされてそうなポケモンが多数登場しますので、そういう意味ではミカルゲの登場もなんとなく納得なのかなというところではありますね。で、デカ盛り料理ウィークで追加されるということで、おそらく食材のポケモンなんだろうなと思います。これまでね、スキルウィークで登場したポケモンはみんなスキルのポケモンで、料理ウィークはクチートが食材だった。で、木の実ウィークではネイティが木の実のポケモンだったみたいなところで、おそらく食材のポケモンになるんじゃないかなと思います。で、元来のね、ミカルゲの特性はプレッシャーとすり抜けということになっているんですけれども、このページの最後に特にメインスキルについて記載がないので、既存のスキルを持ってくるものと思われます。どうなるでしょうね。クチートはね、食材セレクト、怪力バサミが強いポケモンではあったんですけど、それがない分ミカルゲがどんな性能になるのかちょっと想像がつかないので、ぜひとも皆さんの予想だったり考察をねコメントいただけたらななんて思います。それこそ今年に追加されている闇カラスがすでに食材セレクトなので、食材セレクトではないんじゃないかなとちょっと思ってますね。ぜひとも皆さんのコメントもお聞かせください。新登場ミカルゲでした。さあ、それではそのミカルゲが出てくるキャンペーンデカ盛り料理ウィークボリューム2見ていきましょう。前回ね、このキービジュアル的なやつのなんかね、目の前にポップコーンが置いてあって、オイルとコーンが使うんじゃないかみたいなことをクチートの時は言ってて、まさしくオイルとコーンを持ってくるポケモンだったんだけど、それ以外の背景とかもね、全部使い回し使い回しなので、今回
別にね、ミカルゲはオイルとコーンは関係ないんじゃないかなと思うんですけれども、果たしてといったところですね。ヌイコグマ、ヨーギラスがニコニコ笑っております。ヌイコグマは今ね、評価急上昇中のポケモンかなと個人的に思っていますので、ね、見ていきたいと思います。概要です。食いしん坊も大満足、デカ盛り料理ウィーク。1週間続くこのキャンペーンは、得意なもの食材のお手伝いポケモンたちが大活躍する特別な期間です。期間中は一部の得意なもの食材のポケモンがピックアップされ、料理の鍋の容量が2倍、日曜日のみ4倍になります。一部のボーナス内容を前回の開催から調整しています。詳細はボーナスの項目をご確認ください。お楽しみにということで、そうなんですね。ボーナスに変化があるんですね。もうすでにね、お気づきの方もいるかもしれないんですけれども、鍋容量が前回ね、1.5 倍だったのがちょっと切り下げの扱いになっていて、1.6 倍に緊急で修正されたみたいなね、経緯があったんですけど、鍋容量2倍で今回開催されるデカ盛り料理ウィークとなっております。まあ、デカ盛りの名にふさわしいといったところでしょうか。開催期間は12月1日月曜日からの1週間となります。アンバー渓谷登場キャンペーン2週目がね、終わって1週間間を空けてデカ盛りが始まるよという感じです。12月はね、初週にいきなりイベントが入るので、もう一回間にイベント入れてからホリデーが来るっていう流れになるんでしょうかね。ちょっとこの辺注目ですね。開催フィールドは全てのフィールドとなっております。自分で好きなフィールドを選んでいくタイプ。そしてミッションもございます。実施期間は同じく1週間となっております。さあ、ということで変更もありましたボーナス見ていきたいと思います。期間中開催フィールドで以下の効果が発生します。全日程において鍋の容量、食材の投入上限数が2倍、日曜日のみ4倍です。ここが前回のイベントキャンペーンから値を調整しましたということで、前回ね、結局 1.6 倍で始まっていたわけなんですけれども、今回2倍になったよということで、これはゴールド級発電所まで行っていて、鍋の容量を60まで大きくしている人であれば、2倍することにより全てのレシピが作成可能になります。ラピスラズリコ班の最大値57の時点だと2倍にしても114なので、新緑アボカドグラタンが115必要なのでね、作れないんですけれども、ゴールドまで行っている人であれば、全ての料理をこの期間は作ることができるということで、ぜひともね、このアンバー渓谷登場キャンペーンで、ボカドのポケモンの厳選を終えて、早速デカ盛りで料理レシピのレベル上げができると最高だよなとは思うんですけれども、皆様厳選状況いかがでしょうか。パルは未だに1体も2アカウントあって1体も厳選完了しておりません。厳しいね。さあ、ボーナス続き参りましょう。料理で回復するポケモンの元気プラス5となっております。これは前回にもあったやつですね。そしてメインスキル、食材ゲット S と食材セレクト S の効果 1.5 倍です。これも前回やったやつ。新たにね、石住まいが食材セレクト持ちとして追加されておりますので、石住まいも大活躍できるよということになっております。そして得意なもの食材のお手伝いポケモンが通常のお手伝いで食材を拾ってきた場合、食材プラス1となります。まあ、お手伝いブーストとかお手伝いサポートとかで持ってきた分にはプラス1かからないよみたいな感じですね。基本的に木の実と違ってね、食材を持ってくるときって通常のお手伝い以外はありえないのでね、食材のポケモンたちが食材をプラス1個持ってきてくれる。でかい。ここでね、バケッチャのプラス1、かぼちゃのプラス1個とか、アボカドのプラス1個とか、料理エナジーの食材のエナジーの高い食材のプラス1個は強いですよね。そして期間限定ミニアメブーストが使用可能です。これも前回あったんですけれども、アメブいきなり来るぜということでね、バケッチャだったりとかアンバーの新ポケモンたちだったりとか一気に育てる、まず一つのねチャンスになります。おそらく12月末にはホリデーが来て、そこではミニじゃないアメブーストが来るかなと思うんですけれども、夢のかけらの消費量がミニアメブーストだと通常の4倍かかるところ、ホリデーのアメブーストだと通常の5倍かかるみたいなね感じになっていたかなと思うので、なるべくこのミニアメブーストで誰を育てるのか、ホリデーのアメブーストで誰を育てるのかっていうのはね、ちょっと考えておいてもらえたらなと思いますね。そしてその日のリサーチャーの睡眠タイプに限らず、他の睡眠タイプのポケモンも出現と書いてあります。少しとかは特に書かれてませんね。そして一番大事なところです。料理の最終エナジー 1.25 倍、大成功 2.5 倍、日曜日のみ 3.75 倍ということで、前回のイベントキャンペーンから値を調整しました。減ってます。減っ
ってるんですよね。前回ね 1.5 倍だったのが 1.25 倍にまあまあ減らされてしまいまして、これまでねデカ盛りというか前回のデカ盛り料理ウィークボリューム1は本当に過去最強のボーナスを持ったイベントといっても過言ではないほどね激強料理イベントだったわけなんですけれども、他の料理イベントがエナジー 1.5 倍やっているからデカ盛り料理ウィークは鍋容量でちょっと楽しんでねみたいな方向性に切り替えてきたなという感じですね。さすがにちょっと前回強すぎたということなのかもしれません。無課金でね初期からやってますけれども、パルでも2アカウントともゴールド級発電所、当時ね最高難易度だったゴールド級発電所のマスター20を2アカウントで達成することができたので、それぐらい強いボーナスだったんですけれども、エナジーの部分がちょっとごっつり持っていかれてしまったよということになってます。これ今回ねどこぞのフィールドのマスター20とかを狙いたい方は 1.25 倍かなりこれまでの予定とはね狂ってくるんじゃないかなと思いますので、またちょっと計算が必要になりそうですね。ということで、前回との変更点で言うと鍋の容量が大きくなっていてエナジーがちょっと減ってるよという感じです。それ以外は同じとなっておりますね。さあピックアップです。下記のポケモンたちといつもより多く出会えるチャンスです。中ピックアップミカルゲ、小ピックアップたくさんおります。ディグダ、マダツボミ、石つぶて、カモネギ、ガルーラ、メタモン、ウパーパルデアの姿、ヨーギラス、クチート、アブソル、コリンク、マネネ、グレッグル、雪かぶり、バケッチャ、アゴジムシ、ヌイコグマ、キュアワー、クワッスとなっております。ここねしっかりねボリューム1で選ばれなかったポケモンたちがたくさん選ばれているという感じになっております。そうなんだよね、前回ね特にクワッスとかホゲータとかニャオハはいるのになんでクワッスはって言ってたんですけど、多分ね食材で管理されてるんじゃないかな。トマトのポケモンだったりとか若草大豆のポケモンだったり、カモネギネギのポケモンだったりとか、ガルーラ生姜のポケモン、ヨーギラス生姜のポケモンみたいな感じで、今回ボリューム2にはボリューム2に適した食材のポケモンたちが追加されるよと、ピックアップになるよという感じになっておりますのでね、ここにアボカドのナックラーも入れてほしかったねナックラー石住まいもあまりにも来てほしかったんですけれども、食材のポケモンたちこのような小ピックアップとなっております。ということで各フィールドで出会えるポケモンたちについてもざっくり見ていきましょう。マジで無限なんですけれども、若草本島、ディグダ、マダツボミ、石つぶて、カモネギ、ガルーラ、メタモン、ウパー、ヨーギラス、クチータ、アブソル、ミカルゲ、グレッグル、バケッチャ、キュアワ、クワッスとなっております。めちゃめちゃいっぱい出てきてくれますが、雪かぶりとかね、やっぱそのフィールド固有のポケモンは出てこないので、そこを狙わなければ若草も悪くはないけれどといったところではありますね。ホリデーに若草本島に行くよっていう方はフィールドボーナスの上限値がね上がっていれば一旦若草に行ってフィールドボーナス上げがてら厳選をするというのも悪くないのかもしれませんね。お次、シアンの砂浜、ディグダ、マダツボミ、カモネギ、ガルーラ、メタモン、ウパー、マネネ、グレッグル、キワワ、クワッスとなっております。シアンはねまだカモネギが最終枠にいるかどうかっていうのは謎なんですけれども、カモネギ狙いで最もお世話になるフィールドなのかもしれないんですが、ミカルゲが出てこないのでなかなか行くという人はいないかもしれませんね。それ以外にもちょっと特徴薄めかなと思います。続いてトープ洞窟、ディグダ、石つぶて、メタモン、ウパー、パルデア、ヨーギラス、クチーとグレッグルとなっておりまして、ここもねミカルゲ出てこないんですよね。ミカルゲね御影石に封印されていて、なんかちょっと洞窟とかの雰囲気も似合うんですけど、トープには出てこないということになっております。トープは基本的にヨーギラスをピンポイントで狙うぜみたいな方の行くフィールドになるでしょうかね。でもここもミカルゲが出てこないよといったところです。続いてウノハナ雪原、マダツボミ、石つぶて、メタモン、アブソル、ミカルゲ、グレッグル、雪かぶり、となっております。このフィールドでミカルゲ、雪かぶりが注目のポケモンとなるかなと思います。卵もね今かなり注目どころでありますので、ミカルゲ、雪かぶり、って感じですかね。意外とウノハナ雪原もなしじゃないのかなと思います。ホリデーがねウノハナでも開催してくれるんだったら全然行ってもいいかなというつもりところがねあるんですけれども、ホリデーねハロウィン同様であれば若草本島は若草本島 EX の2択になりそうなので、そこもどうなのかなというところですね。次、ラピスラズリコハン、
マダツボミメタモンミカルゲヌイコグマキワワクワッスとなっておりまして、そもそもポケモンの種類がかなり絞られていて、ミカルゲに最も出会いやすいフィールドかもしれません。そしてヌイコグマもピックアップになっているということで、ミカルゲヌイコグマ狙いではかなり注目どころになってきそうですね。ラピスラズリコハンです。ぜひミニリュウも入れてほしかったんですけど、ミニリュウは前回ハーブでね、前回のボリューム1でといったところでした。続いてゴールド級発電所、ディグダ石つぶてカモネギメタモンウパークチートコリンクマネネバケッチャアゴジムシクワッスとなっております。ミカルゲが出現しないので、注目度的にはそこそこなんですが、カモネギだったりコリンクアゴジムシ、そしてバケッチャだったりね、なかなか他では出会えないポケモンたちがいっぱい出てくるフィールドではあるので、使い道はあるのかなといったところですね。そんなゴールドでした。次、アンバー渓谷、結構ポケモン絞られてます。ガルーラメタモンウパーパルデアヨーギラスクチートミカルゲバケッチャとなっております。さっきね、ラピスラズリコハンがミカルゲに最も出会いやすいフィールドなんじゃないかと言いはしたんですが、アンバーもそもそもポケモンの種類が相当少ないので、それなりには出会えるんじゃないかなと思いますが、一番フィールドボーナスが上がっていても 20% になるかな、アンバー渓谷なので、そこがちょっとね出会うの難しそうですよね。さすがにね、ミカルゲ、無進化のポケモンなので、星3ネガオとか星4ネガオの眠気パワー消費がかなりでかくなってるんじゃないかなと思うんですよね。もうカモネギとかの時点で1億数千万眠気パワーとか、数千万はちょっとでかいね、1億2、3000万とかそれぐらいでしたっけ、それぐらいねあったかなと思うので、アンバーでミカルゲに出会うの意外とむずい説はありますね。ちょっとアンバーはね、穴場に見えて難しそうだなと思います。そして最後、若草本島 EX です。カモネギガルーラメタモンウパーパルデアヨーギラスクチートアブソルミカルゲ雪かぶりバケッチャキワワウクワッスとなっております。若草本島 EX っていたんだっけで、まだ出会ったことがないんですけれども、これもそうだね。若草 EX は無進化のポケモンたちの星1ネガオですら眠気パワー消費がもうめちゃめちゃ大きくなっているので、無進化ポケモンになかなか出会えないフィールドになってるんですよね。なのでここもアンバーと近い感じなんですけど、意外とミカルゲに出会うのはかなり難しいと言ってもいいかもしれませんね。そういえばね、私前回のカモネギが登場したサマーフェスティバルのタイミングってカモネギにねあんまり出会えなかったんですよね。1週間でシアンの砂浜に行ってて2回とかしか出会えないみたいなことがあったので、そもそも元々の出現率みたいなものが低めに設定されている可能性もありそうで、その中でエナジーが稼げないってなるとなかなか厳しい勝負を強いられるかもしれないので、ミカルゲ狙いをするのであればウノハナラピスラズリ、ラピスラズリがピックアップ的にも一番出現率が高そうで、あとは若草本島フィールドボーナス上げがてらまったりいくみたいな感じになるでしょうかね。という感じで、注目したいフィールドはウノハナラピスラズリ、そして若草かなと思います。そんなピックアップとなっております。これもうちょっとね考察詰めていきたいなと思いますね。そんなピックアップでした。ということで、各項目の詳細についてなんですが、ミニアメブーストは今まで通りのミニアメブーストとなっておりますね。1日アメ50個までとなっております。おそらくこのミニアメブーストの後はホリデーのアメブーストまでミニアメブーストないんじゃないかなという気がするので、ここでね一旦誰を育てるのかっていうのはね考えていただけたらなと思います。それこそホリデーで活躍させるポケモンなのか、ホリデーとかニューイヤーでアボカドの料理をもう実践に投入したいから今のうちにねアボカドのポケモンを育てるなのか、おすすめはアボカドかぼちゃになるのかなと思ってまして、パルもバケッチャとかを育てようかななんて今のところ考えてますね。結構重要なミニアメブーストになりそうです。その他注意事項なんですけれども、ここも特筆すべきところはありませんでした。といったデカ盛り料理ウィークボリューム2となっております。そんなわけでね、一旦内容を駆け抜けてきたわけなんですけれども、料理エナジー 1.25 倍にね下がっちゃってるのがね、なかなか寂しくはあるんですけれども、料理がね、とにかく作りやすいということなので、レシピレベル上げの1週間にするのがいいんじゃないかなとなんとなく思っていますので、今週や来週でねバケッチャだったりアボカドのポケモンたちだったりをなんとかお迎えしてこのデカ盛り迎えられたらなと
いうところですね。そしてミカルゲは何の食材を持ってきてくれるんでしょうかね。そこもぜひね皆さんの考察をお聞かせいただけたらなと思います。今回ねネギのポケモンだったり生姜のポケモンだったり、意外とね今環境でアボカド料理で新規に追加されなかった食材のポケモンたちもちょいちょいいたりとかしますので、カカオのポケモンだったりとか、それがね今後追加のレシピでどう輝いてくるのかなんていうのもねちょっと注目しながら見ていきたいなと思います。ぜひ皆さんのコメントお待ちしております。ということでここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みとなります。いつもたくさんの応援本当にありがとうございます。それではデカ盛りに向けてまずはこのアンバー渓谷登場キャンペーン最後まで頑張っていきましょう。ちょっとね無課金パルすでにサブレが枯渇しそうでかなりやばいんですけどミカルゲをゲットするリソースなくないそんな感じではありますけれども、まずね目の前の厳選頑張っていきましょう。そしてデカ盛りも楽しみにしていきましょう。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。